過去のトラウマ、過去の後悔、悲しい思い出、再浮上してくるかもしれませんが、今回はそこに戻るかどうかのコントロール権を自分が持っとかなきゃダメ。自分に取り戻すこと。あなたの価値に見合わないものには、そんな過去にはノーと言って、扉をちゃんと閉めて鍵をかける。この意識がすごく大事です。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。さあ、今日はこちらにも書いてあるように特別な動画です。宇宙から緊急でメッセージを受け取りました。そして、ぜひこのご縁があってね、動画にたどり着いてくださった皆さんに伝えてほしいという、今すぐ手放してっていうメッセージですので、これ順番に今から12星座別にもう解説をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。まずですね、今回の動画はですね、こちらに上げておりますように、8月の28日、魚座の満月図の解説なんです。で、今回この満月が非常にパワフルな手放しの満月ということになるんですね。で、今回この満月は部分月食です。で、このホロスコープ、今から解説をしていくんですけれども、これを解説しているときに、12星座別に絶対それぞれ手放しちゃわなきゃいけないものがあるから、これを必ず動画で伝えてというような感覚でこのメッセージを受け取りました。で、今回、部分月食なんですね。日本では、観測できない時間帯なんですけれども、でそもそも通常より大きなエネルギーがありますし、通常よりも長期的にその影響を受けることになります。簡単に言うと、終わりの始まりがこの満月です。この満月を境に終わらせていかなきゃいけないものに皆さんは直面していくことになるんです。で、この満月を境にきっぱりともう終わらせる。これから先の人生にはそれ必要ない。そういうものをですね、受け取って、で、それを終わらせるように頑張っていく。これを終わらさなければ、実はこの後、天王星、金星の逆行が、ちょっと苦しいものになるかもしれないということです。なので、このメッセージ、12星座別に手放すものが違うので、ちゃんと明確にお話をしたいと思います。で、なぜそうなるかということなんですけれども、今回この満月は日本ではお昼の1時18分です。その時間に別に限らなくてもいいんですけれども、特にね、ちょっと意識して手放しのエネルギーなんだなっていうのを感じていただけるといいと思います。で、一度せっかくなので、これ、ドンと真ん中に一回お見せしましょうか。これが満月図です。でですね、ちなみにこの満月、日本で、今言ったように1時18分なんですが、魚座の5度という場所で起こっていますね。この 4.54 度、5度です。で、この場所は、実は結構大事で、教会のバザーという占星術のサビアンシンボルが当てはめられています。つまり、スピリチュアルな教会とバザーっていう現実的な仕事が融合する場所なんですね。そしてこのチャンネルにたどり着いた方はきっとこのキーワードを人生のテーマにしている方が多いと思うんです。なぜならばこのガイアハウスの正式名称はスピリアルアカデミー。スピリチュアルとリアリティ。まさに教会のバザーのような場所がここだからです。なので、この満月からスピリアルなエネルギーがさらに世の中に解放されていくということがまず一つわかります。で、この満月図なんですけれども、日本ではアセンダント伊手座です。で、この伊手座の支配星である木星が8ハウスの獅子座で、ハイジア、それからプシケという小惑星とコンジャンクションしています。で、これはですね、潜在意識の深いレベルで魂の癒しと成長を大きく拡大させようとする宇宙の意図が伺えるというアスペクトになるんです。よいしょ。ちょっと横の方にさせていただきますが。で、ここで一つ大事なメッセージがあるんですけれども、まず、今ね、天候も、目まぐるしく変わっています。今までと全然違うでしょ？もう記録的な豪雨とか、観測史上初めてのっていう言葉がよくつくと思うんですけれども、実は自然も天候も、それから経済も世界情勢も、本
当に目まぐるしく変わっていってるというのが現代です。で、西洋占星術だけでは、ホロスコープをそれで読んでも、もう少しゆっくりと動く天体が多いですので、読み止めなくなってきているんですね。そこで私は西洋占星術もちろん大事、プラスアルファとして新時代占星術の小惑星の位置もきっちりと読み取っていくということが本当に大切なことだと感じてます。っていうのは、小惑星こそもう少し早い動きを説明してくれるからです。ちなみに私は学生時代、アカデミック、勉強ができることが自分の証明だというふうに思い込んで勉強ばっかりしてたんですけれども、でもカードリーディングとか占星術と出会った時に、幼い頃見えていた見えない世界っていうのが私にあって、それを思い出しました。そして学校の勉強ができるよりも星が読めること、カードのメッセージを受け取れることの方が豊かで満ち足りた人生には大事なことだっていうことに、気がついたんですね。そして西洋占星術を極めていこうとしたんですけれども、特に2020年以降は今言ったように、もう本当に世の中の動きが早すぎる。なので、例えば占星術では拡大の木星っていうのは1年に1つしか絶対サインを移動しないので、それが年女とか年男っていうサイクルと同じですね。なので、かつては今年のラッキー星座は何々ですとか、何々年生まれの人が幸運ですみたいな占いが昔はできたわけです。でも今、風の時代は1年の中でラッキー運がコロコロと変わっていきますし、落とし穴の場所も目まぐるしく変わります。例えば先月まではこうした発言が叩かれていたのに、急にそちら側に擁護の風が吹いたりして、あれみたいな。あれちょっとこっちにいたらこっちに移動しなきゃみたいなことが皆さんあるのを体験してると思うんですね。木星の位置は変わらないわけです、1年間。だけども、そこに関わってくる、今言った小惑星の影響を受けるから、こういうことが起こってくる。で、小惑星っていうのは火星と木星の公転周にする間のちょうどここの公転周期を持つので、まさに1年の中でも目まぐるしく変わっていくエネルギーを読み取るのには、ぴったりなんです。なので、今言ったように、今回の木星も小惑星とコンジャンクションしているからどういう意味なんだっていうふうに読んでいくというのが、西洋占星術プラス新時代占星術なんですが、この木星と4ハウスのお羊座の土星がトラインしてます。で、これは木星のあるこのコンジャンクションしているところは自分の深いレベルでの深いところでの変容のチャレンジに取り組みましょうというエネルギーになっていて、それが4ハウスの土星っていう現実的なこれから先の新しい人生の土台作りの場所とトラインしているので、今何かを変えることでこれから先の人生、幸せな土台が作れるよということを言っている魚座の満月、図ということになるんです。で、MC は天秤座。で、支配星の金星は10ハウス、天秤座で、これもパンドラという小惑星とコンジャンクションしてるんです。で、こうなると、社会的なキャリア、恋愛、人間関係、このテーマ全部において、思いがけないギフト、新しい可能性がパーンと開かれるというアスペクトです。人と関わることで社会的な使命みたいなのが開けていく。そういうことを暗示しています。で、この金星とパンドラがくっついているものと、4ハウスのお羊座連合ですね。で、ここ、特にパラスはもうオポジションしているので、ここはですね、気をつけていただきたいのは、過去の思い出に戻ってしまいそうな自分と、いや、新しい方向に行きたい自分の間での葛藤が生まれるんです。すごくわかりやすく言うと、新しいオファーがあるそこに向かって転職しようかなと思ってたら、今いる会社から、いや、もうちょっといい条件あるから残ってって言われる。どっちとかですね。もう元彼に裏切られたんで、新しい人生を始めようとしていて、ちょっといいなと思ってる人がいたのに、元彼がよりを戻そうって言ってくるみたいな。こういう感じなんですよ、まさに。このチャレンジ、どっちに行けばいいんでしょうかということなんですが、それは他のアスペクトも読んでいくとどっちの方に部があるかっていうのが見える。これが占星術のね、便利なところなんで、もうちょっと見ていきます。
で、この満月、魚座サンハウスというところに満月、月があるんですが、これはもちろん今回部分月食ということは、ドラゴンヘッドとコンジャンクションしています。で、それが真向かい、旧ハウスのもちろん乙女座の太陽。で、今回太陽と水星くっついてますね。で、獅子座のドラゴンテールもほぼぐじゅぐじゅっとくっついているのとオポジション。で、これはですね、見えない感情とか潜在意識とのコミュニケーションの取り方、それからこれは過去を意味する。過去の負のパターンを新しく改革していく必要に迫られるということなんです。つまり、過去の方がダメよということになるわけです。で、ここからちょっと今回、注意点になるんですけれども、火星及びセレスが土星とスクエアしてる。これは本当のありのままの自分を愛してくれる相手との愛を育もうとする気持ちは強くなるのに、さっきの元彼みたいな過去からのエネルギーがあなたを引き戻そうとするような罠がいっぱいあります。だから皆さん気をつけてということになります。それから月と太陽、天王星、ここをスクエアしてるんですけれども、これは古い価値観ですね。皆さんの今までの考え方のパターン、選択のパターン、選択ってこのゴシゴシじゃなくて、チューズすね、する方の仕方に対して大きなお試しがある。だからまた、はい、どっち選びますかがやってくるっていうのがさっきの話とつながってきますね。そこで、なんか曖昧だったりすると、ドドドドドッと過去に踏み込まれそうになるので、きっぱりとっていうのがすごく大事になってきます。よいしょ。それからですね、カイロンという小惑星が月、太陽、水星、冥王星、ベスタ、ジュノー、リリス、ドラゴンヘッド、ドラゴンテール、パンドラと、もう本当にかなり多くの天体とアスペクトを取ってしまっています。で、これは過去の傷、コンプレックスがあらゆる角度から刺激されるような出来事が多くなるということも示しています。過去のトラウマ、過去の後悔、悲しい思い出、再浮上してくるかもしれませんが、今回はそこに戻るかどうかのコントロール権を自分が持っとかなきゃダメ。自分に取り戻すこと。あなたの価値に見合わないものには、そんな過去にはノーと言って、扉をちゃんと閉めて鍵をかける。この意識がすごく大事です。魚座の満月、部分月食、終わりの始まりです。何かを終わらせていくということを始めてください。過去って大体センチメンタルです。だから非常にセンチメンタルで深い意味を持つ満月になりそうです。すでに終わってるはずなのに、あなたがまだ完全に終わらせることができなかった、ちょっと開いてるドアなんですよ、過去への。ここにドドドドドッと入ってきます。この過去の未練、執着にしっかりと向き合う流れになりそうです。さっき言った元彼、さっき言ったもともとあなたを認めてくれてなかったくせにみたいなところからのそういうね、アプローチにパタンと閉めるだけじゃなくて鍵をかける。そこまでやっていただきたいと思います。ということで、最初のお約束した通り、12星座別にメッセージを受け取ったんです。なので、今回、魚座の満月、何を終わらせる必要があるのか、皆さんの星座別にきっちりとお話ししたいと思いますので、どんな過去への扉を閉めますかということで、ちょっと私が受け取ったメッセージをお伝えしたいと思います。ここにね、書いてあるように。The universe is sending you clear sign. ユニバースはあなたに明確なサインを送ってきてます。It's time to end it here and now. 今、ここでパタンと閉めましょう。新しい人生を始める。今、チャンスです。お羊座さん。魚座の満月はお羊座さんにとっては毎年厳しいです。土星で、今回特に土星パラスがベスタも海王星もですけど、お羊座にいる満月なんですね。過去のトラウマ、見ないようにしてきた感情が浮き彫りになりますが、ここで自己否定を終わらせることが大事です。自分でつい自分をジャッジしてしまう癖、そういう過去のパターンに終わりを告げてください。ジャッジしない。そういう人生にしましょう。お牛座、あなたの価値と合わない。あなたの価値観と全然合わない友達関係にお別れして、もう彼らに分かってもらう必要はありません。さよならして、
新しいステージに行ってください。そこに同じ価値の素晴らしい友達が待ってます。双子座さん、天王星、双子座。これ、太陽と水星とスクエアしております。自分で自分を証明しようとする生き方。一人でなんか学んで、一人で解決しようとする考え方に、ここで終わり、ピリオドを打つときです。完璧ではない自分を認めて、人に聞いちゃってもいい、人に教えてもらう、人に手伝ってもらうということで成長していくあなたをスタートさせましょう。蟹座、あなたの星座に火星、セレスがいる魚座の満月。しかもこれ満月とトラインしてますので、愛するものとかね、特に家族守るために自己犠牲をしてきたあなた、家族に尽くすために自分の喜びを諦めてきた人生に蓋をしてさよならをしてください。獅子座さん、あなたの星座にある木星にハイジやプシケ、小惑星が固まっています。魂レベルで、これ前世もひっくるめて、トラウマへの恐れ、なんかある恐れっていうものを手放すときです。恐れっていうのは常にあるから、恐れを手放すというよりは、恐れにコントロールされてやめてしまうパターンを手放す。恐れと友達になって、恐れがあるけれども進み続けるという人生に変えていきましょう。乙女座さん、あなたの星座にまさに今太陽と水星がある満月です。最も今回影響を受けるのは乙女座ともちろん魚座さんです。自分自身へダメ出しをする人生をここで本当に終わらせてください。大抵の場合、乙女座の人はもう十分人に尽くしてます。努力もしています。もっと私やってあげることができたのにとか、もうその完璧を求める、どこまで行っても終わりがない。ずっとしんどい。100点を求める人生を今日終わらせてください。天秤座さん。金星とパンドーラが天秤座にいますが、これ仕事とプライベートな日常の間でのバランスを取り戻すべきだって強く主張しています。無理をして働きすぎたり、頑張りすぎる習慣をここできっぱり手放してください。体がかなり悲鳴を上げている天秤座さんが多いようです。サソリ座さん。エロスという小惑星が満月や火星とトラインをしてあなたの星座にいます。心から楽しむことを自分に許してこなかった過去にさよならをしてください。お別れしてください。過去への未練ももうとうに手放しましょう。ここからは子供みたいに遊び心を持ってめちゃめちゃアホみたいに楽しんでいい人生を受け入れてください。いて座。アセンダントとリリスがいて座、あなたのサインにいます。この満月では本質的な変容を促されているのはいて座さんかもしれませんね。自分の魂が居心地の悪さを感じているのにいる場所から離れましょう。もう引っ越しでもいいです。もうこの町には友達がいない。ここの学校ではなんか私の価値は学校を辞めてもいい。ママ友とうまくいかない。引っ越してもいいです。過去の悲しい思い出のある場所にきっぱりと別れを告げてください。ヤギ座さん、あなたのサインにいるエゴーという小惑星が太陽、水星とトライしています。これを助けに使いましょう。本当のあなたの心から湧き上がる言葉を信じてコミュニケーションを始める時なんです。今日まで多分ヤギ座さんの多くは周りや社会に合わせて発言してきた。本当は嫌だけど、本当はそう思ってないけど、いっか。これ、偽りの自分にさよならをしてください。水亀座さん。ドラゴンヘッドは水亀座ですので、これが魚座の月とコンジャンクションしていて、これが今回の、月食を引き起こしている要因ですね。お金、収入、豊かさというものから自分の価値を評価する、その癖を手放してください。水亀座さんのほとんどは物質的な豊かさにはまだ変換されてないかもしれない。めちゃめちゃ素晴らしい才能が必ずあります。で、これがこれから開花してお金や豊かさになっていくんですね。なので、見える結果が出ていなきゃいけないという考え方、それで自己評価を下げてしまう、この生き方を今日で終わらせてください。魚座さん、あなたの満月です。愛すべき魚座さん。他人の感情に同化しすぎて自分の感情に気づかないふりをしてきた、多分。過去を終わらせましょう。
本当は傷ついてた。本当はしんどかった。本当は苦しかった。それでいいんです。もう気づかないふりをする。それはもう完全に決別する時です。満月が多くの天体と豊かなアスペクトを今回魚座さん取ってますよ。あなたが喜ぶ人生への再スタートを切ってください。ということで、だからメッセージを受け取っちゃったから、もう絶対伝えなきゃと思って責任を果たせたでしょうか。見ていただいている皆さんが、そういうことかなってね、ピンとくるようなところがあれば、ぜひコメントにも書いていただいたら、なんか、もう少し分厚めに本当はメッセージを受け取っているんですが、同説ね、言葉にちょっとしきれないところがあるので、サポートでまたコメントに返してお返事していきたいと思います。では、これを見ている皆さんに共通のメッセージ、やっぱり宇宙からメッセージを受け取れる。なぜ私が受け取れるかというと、このカードがあるからなんですね。このセプタグラムソウルジャーニーリーディングのカード、すべてのね、先生術の感受点も全部入っておりますが、ここで今日見ている皆さんに共通のメッセージを一ついただきましょう。このあたりで。もう完璧だ。今日は数字の12、12、これは手放しです。まさに。先生術でも12ハウスは手放しのハウスと言われています。そしてね、目に見えない世界なんです。だからユニコーンとかフェアリーとか、私たちは見えてないけど、でも存在しているエネルギーが書かれているカードなんですが、皆さん、今、自分では気がついてないかもしれないけれど、今日のこのメッセージで言われたものを手放してみてください。もういらないものです。それを手放すことによって、余計なものを持っていたから見えなかった新しい未来が動き出します。みんなで幸せになりましょう。ということで、素敵な魚座の満月をお迎えください。